皆さんこんにちは、ドラゴンです。今日はポテトサラダを作りながら僕の生い立ちから旦那との出会い、結婚に至るまで、カナダに移住するまでをちょっと喋りながらポテトサラダを作っていこうかなと思います。これまず見てください。2週間前に買ったじゃがいもです。やばくないですか？あっという間にいつも目が入るんですよ。どういうこと？まあそんなことは置いといて、さあ作りましょう。今電子レンジでチンをしている間に今までの生い立ちを話そうかなと思います。僕は愛知県生まれで、そこから東海地方3県を頻繁に行ったり来たりしてて、結構友達とかもできないような状態で引っ越しを繰り返しながら、子供の頃はぬいぐるみを抱っこしながら外散歩したり、おままごとが好きだったり、あと秘密のアッコちゃんのテクマクマイコンで遊んだりとか、あとドライヤーのおもちゃとかねだったり、なんかキラキラするものが好きだったり、あと母親の口紅を勝手に塗ってトイレの扉にキスマークをブワーってたくさんつけてたとか、あと姉の水着を着せられてニコニコしてて、その水着に姉の赤いランドセルを背負ってるとか、その辺の記憶はあんまりないんですけど、なんか全部写真に残ってて、とにかく子供の頃はめちゃくちゃ女の子っぽい。そして保育園の先生とか学校の子からオカマっぽいとか言われることが多かった人生でした。傷つきはしたけど、しょうがないかなとは思ってます。で、兄弟は一番上が4つ離れた姉で、その次に3つ離れた兄がいます。で、みんなとはすごく今も仲良くって、特に仲いいのが姉で、姉は僕が17歳の時に世界が変わるから留学に行った方がいいって言ってくれて、ロサンゼルスに留学をさせてくれました。夏休みの2週間だけだったんだけど、で、そこから翌年、僕が18歳になった時に姉は卒業旅行も兼ねて1ヶ月間ヨーロッパの周遊旅に一緒に行こうって言われて、それもお金を出してくれたんですよ。で、その経験がいろいろあってから、顔の濃い人たくさん見るじゃないですか。そこでなんか、かっこいいみたいな風に思って、さらに戻って中学1年生かな、美術の教科書にダビデ像って言ったんですよ。で、そのダビデ像の写真を見た時に、うわめちゃくちゃかっこいいと思って、そこが結構男性に対して惹かれたターニングポイントだったかもしれません。で、そこから時間はバーッと進み、2016年末に旦那と出会います。で、自己紹介動画でも言いましたけど、その時僕には彼氏がいて、その彼氏とはもう別れる寸前の距離を置いてる時間でした。で、2017年2月に2人は付き合うことになりました。その時彼は23歳で、僕は31歳でした。で、2019年頃に彼が実はその自分の夢が海外留学をしたかったっていうのを聞いて、それはもう僕の姉と僕の関係みたいに旦那に対して、それは絶対に行くべき、会社を辞めてその夢を叶えるべきで、お金のこととかも僕が8歳離れてるからお金はあったので、お金で困ったら全部出すし、たとえ1年から4年とか大学に通って離れ離れになってもたまに会いに遊びに行くから絶対大丈夫だから、もう気にしないで夢を叶えてほしいって提案しました。で、その直後にコロナになりました。僕の人生も彼の人生も大きくいろんなことが変わったかなと思います。で、彼はもう全く頼らずに節約生活を開始して、もうコロナで動けなかった2年間でたくさんお金を貯めて、学費とかもう全部賄えるぐらい貯めてカナダに渡りました。そのカナダに渡る直前、2021年2月に彼が27歳、僕が35歳の時にプロポーズをされました。で、そのプロポーズがめちゃくちゃ怖くて、で、今でもトラウマ級に覚えてる恐怖プロポーズでした。なんかね、10年後とか結婚記念日とかにまた2人でプロポーズをし直したいねって勝手に僕が思ってます。それぐらい怖かった。また今度話したいなと思うので聞いてください。で、その2ヶ月後、2021年4月に彼がコロナ禍の中、カナダ留学に行きました。悲しかったな、涙の。その時僕は泣いてなかったんですけど、彼が結構泣いて、頑張ったなと思いますね。今なんか思い出したら泣けてくる。で、その翌年、2022年4月に僕は1ヶ月間仕事を休んでカナダに行きました。1ヶ月間指を借りて、日本から持ってきたバルーンで部屋をデコレーションして、ここに写真を出しておきます。こっちでできた彼の友人2人と立会人の方を呼んで結婚式の儀式をしました。で、そこで僕たち2人は夫婦になりました、やっと。で、普段僕泣かないので、泣かないというか、ドラマとか
アニメとかそういうのでは泣いちゃうんですけど、実生活人間同士では泣くことがあんまりなくって、でその時一旦僕がまた日本に帰るんですけど、もう空港で声を上げて泣きました。なんか今思い出しても泣けるなんかそれは僕の人生にとって初めての、なんか人前で子供みたいに声を上げて泣く経験だったかもしれない。その時にこれだけ人を愛することができた、愛しているってことが感じれた一瞬だったかなと思います。で、その1年後に僕は仕事とか全部片付けて、2023年3月にカナダに引っ越してくることができました。その時はもう配偶者ビザで、彼がこっちのカレッジに通ってたので、3年間の、何でもできる、仕事もできるし、何も気にせず暮らしていけるっていうビザが3年間。降りてます。2026年までかな。その時のまでに永住権の招待が来たら嬉しいなっていうことで、2019年からずっとこの永住権を目当てに2人で計画してきたので、なんかそれを今目指してる状態ですね。そんな感じで僕の生い立ち、オカマと言われた女の子っぽい幼少期から、兄弟もいて、そこから彼と出会い、で、そこから結婚して、彼は大学、僕は日本で仕事、そして二人で今住んでいるって感じです。で、僕の仕事っていうのが、18年ぐらいアパレル系の仕事をやってました。デザインしたり、裁断、パターン作ったり、あと縫製までする、なんかマルチに全部やるっていうことをしてて、で、その会社が結構いいお給料をくれてて、小さい会社だったんですけど、でそこでもうずっと働き続けて、ただその代わりに役員だったんですけど、役員になっていたから、もう働く制限がないので、ずっと朝9時から夜12時までずっと働いてました。結構やりがいのある仕事だったんで、とにかく楽しいこともあったし、その社畜状態で彼とデートする以外は、ずっと仕事でした。海外旅行に行っても、鳴りやまない連絡とか、デートしていい雰囲気だけど、もう電話に絶対出なくちゃいけない。LINE は返さなくちゃいけない。クライアントへのもサポートとか返事もしなきゃいけないとか、そんなことやってたので、それが当たり前の18年間だったんで、気にはしてなかったんですけど、足の親指麻痺しちゃったりとか、気づいたら体に不調がたくさん出てきてて、その生活を続けてたら、早く死んでたんだろうなと、本当に心から思います。でも、こっちのカナダに来てから、半年ぐらいかな、足の麻痺も治って、今は結構もう健康そのもので過ごしています。そんな感じで、これからもいい生活、愛する旦那との楽しい生活が続けばいいかなと思ってます。そんな感じです。結構長く話しましたけど、もうポテサラ作ってないよね。なんかこういう肉とかも焼かなきゃいけないのに、ポテサラは早送りで作ってるところをちらっと見せたいと思います。で、結構長く話したけど、最後まで見てくださった方、本当にありがとうございます。もしいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価と、あとコメントとかめちゃくちゃ嬉しいです。何のコメントしてもらおう？皆さんポテトサラダに何を入れますかっていうコメントもらおうかな。もしくは今日の動画を見た感想とかくれたら嬉しいです。今旦那がシャワー浴びてるんですけど、旦那が出てこなくて、なんか申し訳ない。僕一人で喋ってます。ちなみに僕は味を濃いめにつけた肉をポテサラに混ぜます。ハムとかソーセージとかも入れたいんだけど、めちゃくちゃ高いから、もうこういう肉とかミンチとかをいつも入れてます。そんな感じです。じゃあ長々と最後までありがとうございました。また見てください。また近々お会いしましょう。バイバイ。美味しそう。